コロちゃん。コロちゃん。皆さん、こんにちは。コノハでーす。母さんでーす。はい、また、今日も、車の中。もう笑うしかない、コロちゃん。もう笑うしかないです。今日はね、お父さんドライブ事情についてお話ししようかと思います。毎回ね、週末はドライブしております。変わらずね。今日は朝8時からか。まあ病院も行ったけどね。8時前だな。8時か。とか言ってすいません。わからない。私も他のことも家の片付けとかして時間見てない。どれくらい前かもう忘れちゃいましたが毎日のドライブが楽しみでずっと過ごしてたんですけど、もうこれではお父さん持たないということでね一回あれいつだった？一回話し合いしたよね。年明けだったっけ？今年の頭だったっけ？ああ、やってたね。ね、お父さんちょっともう隠れててみたいな話をして、でもお父さんは正直納得してなくて納得してなくて、その時はいやそんなわけないだろうみたいな。まあ私もちょっと分かんなかったんだよね。お父さんが隠れることでこのはちゃんがドライブ要求がなくなるというか、ギャーって騒ぐのがなくなるかどうかをちょっと確認したいなと思って、いろいろ試行錯誤しながらね、お父さん、ずーっともうこのまだ1年経ってないけど何ヶ月かいろいろ試行錯誤して過ごしてきました、ね、ちょっと減ったよね。でもあれからね、めちゃめちゃ減りました。そうだよね。だって当時はまだ迷ってたからし、お父さんもなんか隠れたり、ちょっとやっぱり隠れんでもいいだろうみたいな感じでさあれだよ、夏休みの盆休みでお互い用事できた時から増えたんだよ、一気に。1回ね。そっから毎日になったんだよ。そっから毎日5時間ドライブになったの。毎日5時間はしてないけど、いや、朝と夕方で5時間なんだよ。トータルね。じゃあでも最初もさ、迷ってたことない？あ、でも夜はなくなったんだ、一回ね。そうだよ、夜はなくしたんだよ。お父さんがいても夜もう行かないよって言って、そうなんだ。で頑張って好きなもの見つけようみたいな感じで、また絵本ねいっぱいちょっと出してきて、絵本やったり歌を聴いたりとかしてね、このはちゃんもね頑張って絵本読んでお母さんみたいな感じで、ね。そう前後しちゃいましたが、結論から言うと今は平日は一切してなくて、土日ね、土日はもうお父さんいるからとお出かけはしています。まあここもちょっと考えていかなきゃいけないけど疲れるからそうねもう平日は、結構コロハちゃんも早い時間ね、5時半とかね6時に起きるんだけれども、お父さんに隠れててもらってもう一切そうだよ、大変だよ大変だよね。いきなり降りてくるもん寒くなってきたし、お父さん急いでね着替えて隠れるっていうそうだよ、ね、で静かに外に出ていくという頑張っておりますねっていう今は状態で、もうだいぶ落ち着いたね。その代わり私も頑張ってよ、散歩。その代わりに散歩をするっていう、車椅子で散歩をするっていうね、もう続けてきたらだんだん落ち着いてきたね。気候が良かったね、秋でちょうど、夏でも冬でも無理でしょ。あ、そうだね。せっかくこの年始めに夜のドライブがこのはちゃんも頑張ってなくなったっていうのがあったんだけれども、そうやって夜の私が出かけたらお盆休みお父さん連れてったことをきっかけにもう家では見れないから僕はって言ってドライブ連れてったのをきっかけね、寄れるんじゃんみたいな感じでそっからまたなんかちょっとね、キーキーが始まって、
そうね。もう連れて行かなければというか、難しかったもんね。最初、なんか精神的なものっていうか、眠気が本当に不快で、ちょっとドライブ行くと、最初は短い時間行けばニコニコするから、やっぱりお父さんもね、私もね、やっぱり必要なんだって思って、でもどう見ても、なんかもう反射にもなってったんだよね。最初は心の安定だったのが、お父さん見ると、ギャーみたいな。そんなことないよ。いやいや、寝起きに暴れ出して、いきなり下行って、ドライブ行くとか。なんかでも、見たらではないよ。ドライブに突然行きたくなる。だからもう直結してたんだよね。眠気があったらドライブ、起きたらドライブっていうのも、ね、ちょっとこれ良くないなと思って、ちょっとまたちょっと頑張ろうって、ドライブなくそうって言ったら、今度は本当に精神的に不安定になっちゃったんだよね。なんか本当にもう、日中とかも事業所でも、ちょっとコロハさん大丈夫ですかっていうお電話もいただいて、1週間ぐらい頑張ったんだけどね、これはいかんわっていうことで、またちょっとドライブすることになったよね。完全になしにするんじゃなくてさ、平日ね。週末はずっと変わらずしてたので、平日これ完全なくすのはダメだな。でもそれお父さんがいる状態で、目の前にいる状態でやめようとしてたから、前みたいにはいかなかったんだよね。前お父さんいても夜は行かなくて、なんとか頑張ってたのが、ちょっと崩れちゃって、これはどうしようねって悩んでたんです。でももうお父さんも、やるわって言って、でも私の中では、増やすのは簡単だけど、減らすの絶対難しいよって。で、やめようとするたんびに、結局私も頑張らなきゃいけないじゃん。止めるのは私だから、止め役だから、すっごくエネルギーいるなーっていうのもあったし、コナンもなんか反射的にうわーってなってるから、それもかわいそうだし、お父さんも疲れるし、何にもいいことないよねっていう状態で、お父さんも疲れ切ってたんだよね。で、もうこれは私は腹をくくろうと思って、週末、もうお父さんが疲れ切って、朝起きられない日に、もうコナンじゃんもう、散歩行くよって。ドライブじゃなくて車椅子で散歩行くよって言って、もうガーって連れ出して、散歩したら、これが意外にフィットしてね。楽しかったんだよね、このちゃんね。初日、朝2時間の散歩。2時間の散歩。お母さんがずーっとひたすら歩く。お母さんにも運動になったでいいよ、すごい。車椅子に乗せてね。気候が良くなったっていうのもね、いいよね。ちょっと涼しくなったっていうのもあって、車椅子に乗って散歩に出かけるようになったら、ここでお父さんももう納得したんだよね。ちょっともう、隠れるわって。隠れるわ。これ、コノハの前で話していいのこれ。コノハの前で話しちゃっていいのかしら。分かってんじゃないの本人だって。あれは分かってるでしょ。寝てるはずなのにないって。そうだね。そっからお父さんね、寂しいけど、隠れるわって言って、もう平日はコノハちゃんに一切会わないっていう。一切ではないよ。8時半に。ちょっとね。ちょうど、事業所行くときにね、送ってくからね。時だけはね。それ以外はもう会わないっていう風にしたら、もう最初はやっぱり毎日、こう、近所を散歩だったんですけど、ほんで、3週間だね。まるっと3週間だね。そうだね。それで過ごしてね。反射的にギャーってなることも激減したね。そうだね。落ち着いてきたね、気持ちもね。ゼロじゃないけれど、やっぱりちょっと眠気が来ると、とか言ってなるけど、絵本読んで。絵本読んだりとか、まだちょっと外とか出ると、はって落ち着いて、ね。今いい感じのリズムになっております。そう、ヘルパーさんが、ドライブから、お散歩に変えられるといいよねって提案をしてくださって、ね、それも良かったよね。でも、その時はまだ夏だったから、なかなかね、やっぱ暑すぎて、行けなかったんですけど、ようやくね、
行けるようになったからタイミングよく平日のドライブを卒業することができましたできました散歩も最初は長かったんですけど、それもなんか徐々に短くなってて、嬉しそうね、こんち他のゃん。絵本とか音楽聴いたり過ごせるようになってきましたまた新しいことを見つけたいね。あと週末よ、週末。うんね。週末問題。まあ、あとじゃない、それは。あとか。またね、週末は考えていかないからね。ね、毎回行くとこね、悩むんだよね。どこ行こう。ね。どこ行ったらいいんだろうって。でもそこで長時間過ごせるわけでもないし。親も楽しめて、かなちゃんも楽しめて、人も少なくみたいな。ね。ね。